ライジン MMA ルール5分3ラウンドフェザー級66キロ契約マッチ。王座奪還へ復讐の炎に包まれた鬼人。ドームで蘇ったカリスマは最も危険なタイミングでこの男と再会することになる。令和の大喧嘩再び、クレベル小池 VS 朝倉。ずっと負けてからやり返したいっていう気持ちと、まあこうリスペクトをしてる気持ち、ずっとこうイメージしてきたんで、クレベルと戦うことは1ミリも負けると思ってないですね、正直。まあミクールで今格闘技でちょっと上げちゃうね、もうレベルで。でも絶対彼が私を倒さないな。どうかな。まあ私待ってます、どうぞ。グラウンドパンチだ。切れています。カットです。これはもう激ラウンと判断されました。勝ったのは朝倉未来は最強じゃないといけないんで、ありがとうございました。大会終わった後に1週間ぐらいしてからかな、ミクルと会って話をしてどうなのっていう話をしたところ、いややりたいですよっていうことだったんで、俺はねヤーマンとか恭平とかでここはいいのかなという提案を持ってミクルと向き合ったんだけど、じゃあクレベルとやりたいですっていうことで、ミクルから逆にクレベル逆指名というか、その指名に対してクレベルもまあミクルであったらやりたいと、ミクルのキャリアをリスペクトしてるんでクレベル、そうですね、いいの試合な。毎回一番強いやつやってますけどね、盛り上がるやつと。それなのに逃げたとかなんとか言われるんで困っちゃいますね。またかっこいい姿を見せたいですね。大復活させてもらいます。4年前から、うわ長いな。そう4年前でずっとみんなそれ待ってるな。特別な思いはありますよね。やっぱ雷神が世にすごい広まった特に印象的な試合だと思うし、さあフェザー級の戦いです。選手もキッド選手もね、最後下馬評不利な相手に乗り込みましたが、救われてますよね。さあ距離を取るか。さあ立てるか。勝ちました。しかしサイドフック。クレベル入れ返した。アッパーだ。しかしサイドフック。アッパーだ。さあ左のミドルキック。朝倉ミクル仕留めるか。もう一歩かけにくいってことですね。ミドルフック一つ入れました。さあまた抱きついてきます。首ついていく。これうまいんですね。これあっちですごい完璧だったら。朝倉未来は意識が通る置いていく。これ力が出てはどんどん通るよ。悔しかったっすよね。Eu não posso ser mudo, né? Eu acho que, mas não posso negar que depois que eu lutei com ele, minha vida melhorou bastante, né? Foi por esse motivo, sabe? Ele foi o cara que colocou o MMA num top. 何万人の前で恥をかかされて、ずっと俺的にはやり返したいという気持ちが強かったんで、ようやく来たなと。パンチを振ってきます。タックル入っていった。そう考えるとこの間の鈴木千尋戦はやばかったですね、負けてたら。でなんか手をいだとか倒れてるとかなんとか何でも言ってきますからね。
lutou com o plano, ele veio com o plano certo, fez o plano. O Chihiro fez 3 brigas em 5 meses, isso é muita coisa para um atleta cansado. Um Chihiro bem, seria outra luta. 下馬評ではフェザー級王者クレベル危うしもちろんクレベル応援してたんで、何やってんだよって感じはしましたけど、今回なんかシェイダイフの試合ビビってんじゃんって思いました。多分みんなそれがこれからもっと自信あるかもしれないな。自分の日じゃなくてだけかな。とりあえずどっちが強いかってことですよね今。JTT もめちゃめちゃ入ってるんで、プロ選手もめっちゃいるんですけど、マジっすか？キッズからシニアまで。あの人デイサイズ。シニアっていうシニア。ボケ防止でやってるんで。早くねかまだ。格闘技選手がもう稼げるようになるには、こう市場が大きくならないと稼げるようにならないわけじゃないですか。みんなに興味持ってもらわないと。ブレイキングダウンしながら。そして新団体も立ち上げますんで。あ、言ってましたね、それ。いろいろ組んで仕掛けてますね。じゃあちょっと練習行ってきます。はい。もうこれ10ラウンドとかやって毎日。寝技の勝負をしたら分が悪いのは分かってます。ただクレベルの癖はめっちゃ研究したんで、こうすれば取られないみたいなのが分かってるんで、これから1本は取れないと思いますね。でも竹内さんから言わせると、あれは知ってれば防げるっていうこともまさにただ知ってるっていうのとできるっていうのがまたやっぱ違うんで、もし知ってるからできるようになるフェーズが一番時間もかかりますし、無意識に体が動くまで試合はやっていかないといけないんで、それをただひたすら繰り返すのみ。前彼が言ってたね、柔術でいっぱい練習したね。でももう私ちょっと確認だったら、あなた柔術どうですか？次でだったら絶対バックチョーク頑張ってるの、ディフェンスの練習で。そもそもやっぱ MMA でできる技って限られると思ってて、パウンドがあるんで、やっぱりパターンっていうのは似通ってきますよね、どうしても。なんで、前回とは絶対違うようになるはずですね。攻略ゲームみたいで楽しいですけどね。ダンジョンボスクレベル攻略みたいな。俺の理想は判定で勝ちたいですね。クレベルにこう判定で勝つことの意味ってすごい大きいと思ってて、ちゃんと寝技の展開や大技の展開、その格闘技をしっかりして、その上で判定で勝ちたいっていうのが俺の理想。それができる力を僕は持ってると思う。ワン、ツー、スリー、クレベルとミクルの試合っていうのは、この先のフェザー級のベルト戦線をまた大きく流れを変える。本当にその中でシェイドライフは、ケラモフでいいなと思ってたんですよ。ただケラモフがアナウンスさせていただいたように、鼻を骨折して眼科底まで行っちゃってるっていうことで、怪我があるんで無理と。だから今回ケラモフ、コレスニック、ノジモフまで話をしましたけど、怪我とか準備が整わないってことでパスしてるんだけど、
じゃあシェードライフタイトルマッチみたいなものは、秋以降ですよね。まあただクレベルがミクルにスカ勝ちしてノーダメージなんで、クレベルとするともう大晦日待たずに9月で名古屋ね、そこで行きたいっていうことを強く要求してくるかもしれない。Essa luta é uma luta perigosa por causa disso. Ele não vejo que ele tenha a perder. Voltar a ser campeão, então eu vou lutar com quem tiver que lutar. E me deram ele, eu vou lutar com ele. はたまたミクルがクレベルに勝って、ミクルももうシェードライフですよねっていう感じなんです。自分もシェードライフとやるか、平本とやるかどっちかですよね。ミクルさん試合が終わって実況席に平本選手が入ってたじゃないですか。だからどっちも強いと思わなかったみたいな。鈴木千尋がおととい参戦してあんだけ盛り上がって、よくそこでそんなコメントできるなんて、人としてどうかしてるでしょっていう。ランキングとかそういうところには入ってないかもしれないけど、個人的に俺はやり返したいんですよ。彼はもうそれ多分自信あるね今。でももう4年3年、まあもうこれ変わらない、絶対変えてないです。トータル的に強いですよ今の方が。総合格闘家としていろんなことができるようになってますよね。また、7月27日あなたに待ってます。私も絶対あなたもう一回で僕が。クレベルって喧嘩するところが強いんですよ。喧嘩しようぜって感じなんだよね。もう一回もタップしないが必死にやります。気をつけてね。次でタップしてください。それ間違いないです。気持ち強い方が勝つんじゃないですか。よって俺が勝つと思います。負ける気が少しもしないんで。カルシャガダントベック VS 秋元兄弟。どうですか、自分の歩みとしては、ご自身としては何点ぐらいですか、ここまで。100点中で言ったら50点ぐらいですかね、半分ぐらいですかね。右、しかし秋元がついている。さあここからいや、納得いかないですね。だからそろそろ大一番じゃないですけど KO したいっすよね。試合10日後ぐらいにみくるさんから電話が来て、ダートベックいけるみたいな感じで来てんですけど、でマジっすかみたいなこと言って、ダートベックっすかみたいになって、でその時にみくるさんが俺もクレベル行くよみたいな言ってるんで、じゃあ俺も行こうと思って30秒ぐらいで決まったっすよ。30秒ぐらい。はい。肩でボロクになった。はい、あっとすぐに立ち上がりました。ボディーラック本来動きはАлдағы жекпе-жекке ешқандай барын күш жігерімді салып жеңіске жету қандай да жеңіс болатыны маңызды емес. いや、だいぶ美味しい相手なんじゃないかなと思うんですね。全然やりやすい相手だし、怖さはあるかもしれないですけど、打撃だったら全然僕の方が上なんじゃないかなと思うんで。ダートベック選手左
左の攻撃がすごい強いんで、左をこう一発ももらわないっていうことを徹底しながら、こう守りにならないで自分からこう攻めるっていうあれを意識してます。逆を詰めていく。いや、アッパーも来た。さあぶっちゃけ僕はヤーマン選手とか鈴木宏選手とかとスタイルがちょっと違くて、結構ガンガン前行ったりするんですよ。結構カウンター系でみんなダウン取られてるじゃないですか。でも僕ってこう相手によって結構変えれるんですよ。なんでああいうもらっちゃいけないパンチに対して自分からこう勝負するみたいな、パンチをどうもらわないか考えながら自分だけ当てるっていうのを僕はできるタイプだと思ってるんで。бірақ мен өз басым ашуға салынбай, эмоцияға берілмей, өзімді ұстауға тырысам. Әрқашанда сабыр сақтап, салқын баспен ойлануға тырысам. 得意の左の攻撃に意外と穴があるなと思ってるんで、そこを狙っていきたいです。ダウトベック選手が当たんないでこう焦っていく展開を作れるんじゃないかな。まあでも日本人で勝ってるのみくるさんと僕だけってなったらドラマあるっす。中央現在朝倉未来は取っています。さあ場合Жекпе-жекке шығып жеңіп қалғаннан кейін 6 жылдай уақыт опыт жинап 24 жылы Райзен лигасына жаңа күшпен келдім деп айтуға болады. 全然いけるっしょみたいな言ってくれたんですけど、でもパンチは重いぞっていう。ダウトベック拳をクリアしていきました。ダウトベックも、今回秋元に勝てば当然ベルト戦線には絡んでくると思うけど、でもダウトベックに勝っちゃえばいきなりフェザーのタイトル戦線上位に上がってきますからね。もしかしたらミクルより先にって可能性もあるし、もうぐっちゃぐちゃですね、この辺は。面白いですね。ダウトベック選手っていう名前もあって、ランキング的に言っても上の相手にいい勝ち方できたら。Мен қарсыласымды өте қатты сыйлаймын. Арамыздағы жекпе-жек өте қызықты болады деген ойдамын. やっぱ秋元今日もやべえぞっていうのを見せたいんで、必ず倒して次につなげてます。まだそこまで完成してないんですけど、ライト級の堀口選手みたいな感じですね。才能がちょっと抜けてんなと思ったんですよ。ちょっと異次元にいってんなと思ったので。日本男児このまま舐められたままじゃ終われないんで、しっかりピットブル選手ぶっ飛ばして僕がサトシ選手に勝ってベルト取るんで応援お願いします。もう野村選手ってずっと僕らもディップで活躍してるところからマークはしてたんで、大臣のライト級を背負って立っていくスター候補、次のサトシの対戦相手はこの2人のいずれかでいいんじゃないというふうに思ってます。今日はどちらとも堀口選手の行ってた道場、足利にあるいちごクラブに行きます。自分はここの空手で強くなったので、ここで学んだからその格闘技に生かしやすかったっていうのもやっぱある。そうですね。どういうマインドだったりとか、どういうものに触れてああいう大きい存在になれたのかみたいなのを少しでも感じれたらいいなっていうふうには感じますね。
大学生で空手してる時に堀口選手が帰ってきて、その時に初めてその総合格闘技っていうのを知って、僕と同じ空手使ってる堀口選手だったんで、これだと思って。伝統派空手をバックボーンに持つ男です。伝統派空手独特のステップからこうなりたい、堀口選手以上になりたいみたいな憧れの存在でもあります。やってる中では一生懸命だったんですけど、振り返る方がフィニッシュできてたなってしなきゃいけなかったなぐらい余裕持ってやれてたんで、そこちょっと課題かなって思ったですね。堀口さんにそれを自分の前を走ってる人というか近いじゃないですか、あの後会いました試合後とか。いや、僕が ATT に練習行きたいっていう話を堀口選手に連絡して、なので僕は今ちょっとでも触れたことある人とか、石渡さんに教わりに行ったりとか、僕鋼鉄さんにって思ってもらう、こういうのいいんじゃないとか言ってもらったりとかして、エッセンスもらいながら。よろしくお願いします。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 勝利作る。でこの時に堀口選手ですね。重さがなくなる。若干でいいから。上半身のまま。足を踏むぐらいのイメージで言語化するのがコウさんがめっちゃ上手だなと思ったんですよ。普通みんなだとこう前とか後ろとかそんなレベルだと思うんですけど、ちゃんと言語化して足のこの運びでしてるのがすごいなと思ったんですよ。さっきの信号アドバイスする。どっちも出せる。変な強がり恥ずかしさとかいらないなと思いますし、多分見たんですけど、なんかノートとかも多分やってるんだと思います、はい、意識高くやれてるんだと思います。すごいですね、はい、初心を忘れず、子供らに気づかされることが多かったのかなと思いました。レベル上じゃないですか。動いた時の体幹の姿勢が崩れてね、それができてるからすごいな。頑張ってます。ありがとうございます。首太いから大丈夫ですスタイル的にはやっぱ似てるなと。表示そのままやっても多分ダメだった。それをしっかり自分なりにアレンジできてる。僕は言うんですけど、めちゃめちゃ嬉しいですね。まず自分だったらどういう動きができるかで、そこからまず考えて、相手が動いたらこう動くを中心に作っちゃうと良くないような気がする。自分の見てる経験が自分の動きにしっかり自信を持ってそれを試合につけてるみたいな。自分で考えてる。しっかりここからここが身近な人に聞けることなんて、しかもお父さんとかお兄さん、ずっと幼馴染のコウさんだったりから聞いて、ニュアンスだけでももらえるだけですごい勉強になって、こう相手に合わせずに自分でやるみたいな感じも、僕がこうピットブル戦で大事にしたい課題だったんで、そこを改めて大事にしてピットブル戦に向けてやりたいなと思いました。Patrick
ぱりライト級ってサトシが初代王者、一切ベルトの移動がないんですよ。そういう中でピットブル、彼からは強いライジへの参戦アピールもあったし、クレベル・パトリッキーの過去の揉め事もあったじゃないですか。まあだからピットブル自体はそれなりのこうプレゼンスを残している選手なんで、まあ、しかもパトリッキーはサトシに勝ってますからね。まあまあ万全なオファーではないとはいえ。Change easily stuffed, and that's the that right there. There's the jump knee, and that one got through. That hurt. Stop. It's over, and we're done. サトシとも先週話した回では、やっぱり決着つけたいんですよ、あいつは。じゃあもうこの2人戦って次のサトシの対戦相手はこの2人のいずれかでいいんじゃないと。怪我がなければ9月の、サトシの挑戦者決定戦になるイメージでいいですね。シンプルにその期待を込めてのマッチメイクかなと思ってるんで、これ超えないと、ちょっとサトシ選手強すぎて面白くないじゃないですか。こういうことも早くサトシともやりたいって気持ちはありますか？通過点だとしてやりたい。こう集大成としてサトシ選手を倒すんじゃなくて途中で倒したいっていう、もう行っちゃったよみたいな、こいつどこまで行くのみたいな感覚で超えたいなと思ってるですね。野村選手頑張れ。またかっこいい姿を見せたいですね。大復活させてもらいます。クレベル小池 VS 朝倉スーパーライジン4真夏の喧嘩祭り、バンタム級タイトルマッチ、地獄へ誘う鉄仮面の格闘エンジェル、ビブの大蛇が天使を狩りに行く。王者井上直樹、挑戦者福田龍也、スーパーアトム級タイトルマッチ、アトム級世界最強女王がその技を見せつける。隣国より MMA 無敗のスーパーホープ襲来、王者伊沢製菓、挑戦者新龍神、世界の刀剣に伝統派空手が一撃を食らわす。ピットブル VS 野村、復活影の番長か、六本木純情派か、金原 VS ヤーマン。日本の超新星がカザフの岩石パンチに挑むダウトベック VS 秋元。女子格の未来たち、須田 VS ノエル。何万人の前で恥をかかされて、ずっと俺的にはやり返したいという気持ちが強かったので、ようやく来たなと。4年3年、まあこれ変わらない。もう一回もタップしながら心身やります。次でタップしてください。寝技に行ったの言ったら決められない自信もあるし、クレベルって喧嘩するところが強いんですよ。喧嘩しようぜって感じなんだよね。クレベル小池 VS 朝倉未来、巨大なコロシアムで真夏の大喧嘩。